れは買っちゃうよね。はい、こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっとこれオーディオテクニカで、衝動買いに近いんですけど、ちょっとねかっこいいなと思う感じのガジェットがあったので、これ購入したので開封していこうと思います。ちょっとゆるい感じでいきたいな今日は。なんかいつも結構ガチガチな感じで動画撮ってるんですけど、今回あんまり台本とかもなくね、ちょっとシンプルな感じでやっていこうと思います。よいしょよいしょ、開封。何を買ったかっていうと、ドゥン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 。お、すごいいっぱい入ってるぞ。パッケージがかっこいい。パッケージがかっこいいな。よし、めっちゃ買っちゃった。めっちゃ買いましたね、久しぶりに。なんか久しぶりに生きがいしたんですが、おー、いいなオーテク。よいしょ。というわけで結構ねいろいろなものを買ってみたんですが、よいしょよいしょ、この画面でお伝えすると、ざっくり言うと真っ白な音響機器ですね。オーディオ系、こうやって動画を撮るときに使う、かっこよくない？これよくないですか？これもうあんまり何に使うかそんなにね考えずに買ってるんですが、もうビジュアルだけでこれいいなと思って買ってしまったアイテムたちですね。基本トバログで動画を撮るときはこんな感じでワイヤレスマイクを装着してます。理由としてはこうやってね動いた時にも全然もう同じ声ここにあるので、声のねボリュームとかも変わらず撮れるっていうのと、あとこうやって手元をね動画撮ったりする時にやっぱこのマイクがこことかに映り込まないとか、なんかねこの絵に出てこないっていうのが結構良くて、それでこのワイヤレスマイク使ってるんですよ。でもともとはコンデンサーマイクって言ってこんな感じで動画で紹介してたんですけど、こういうねマイクをちょっと天井に近いところからこうやってねやってたんですよね。ちょっとやっぱこうやってね動きの多い動画を撮ろうとすると結構めんどくさかったり、入力でねこうワイヤレスじゃ難しいっていうところがあったりして、それがね難点でワイヤレスマイクになっちゃったんですが、ちょっとね音声コンテンツ、音声コンテンツっていうほどでもないんですけど、ちょっとしたポッドキャストみたいなのだったりライブ配信をするみたいな、なんか後戻りができないような、カット編集後からできないようなやつをね撮るときにはやっぱマイクがあった方がいいなっていうのがありまして、今回ねいろいろ探してたところ、なんかこの真っ白、全部真っ白で統一ができるようなやつが、オンライン限定らしいんですけど発売されていたので、これはもう買うしかないというところでポチってしまったわけですね。いつものメインのガジェットの開封っていうよりかはちょっとねサブ的な感じなので緩くいくんですが、これがオーディオテクニカの AT2040 っていうマイクですね。開封していくぞ。おやば真っ白。意外と重量感あるな。真っ白です。めっちゃかっこいいんだけど、これ白飛びしてないか心配なぐらい真っ白で、一応マットなね質感で塗装されていて、こういう感じのマイクですね。めっちゃ良くない？これケースはブラック。この中開けるとこういうなんか宙に浮かせるみたいなやつがついてる。マイク真っ白いいです。意外とこういうマイク探してたんですけど、ずっと5年前ぐらいからこういうの全然ないんですよね。なんかあったとしてもここは白いんだけどここが真っ黒だったりとか、あとはもうこの数量限定でちょっとだけ作ってたんだけど一瞬でもうなくなっちゃって再販なしみたいなパターンがほとんどだったので、ちょっとなかなか白いマイク手に入んないからちょっとね購入は見送ってたんですが、このオーディオテクニカの白はめちゃくちゃいいですね。これ AT2040 っていうマイクで、もともと多分ねなんか配信放送用のマイクをよりコンシューマー向け、エントリー向けにしたような感じのマイクらしくて、もうここだけを拾うダイナミックマイクっていう種類で、これがね欲しかったんですよね。本当にこれカラオケのマイクみたいにここの先っちょのここの声だけをしっかり拾ってくれるってマイクなんですよ。なので自分の声だけ拾うんだけど他の音は入らないみたいな、エアコンの音とか子供の声とか多分入らないみたいなぐらいのやつです。
これがこの色で欲しかった。でこれをね直接カメラとか、パソコンにつなげられるわけじゃなくて、一応プロ機材みたいな感じなので、ここにね XLR 端子っていうのかな、入力の端子が USB じゃないんですよね。なので別途こういうケーブルも必要っていうところで、前に真っ白の持ってたんですけど、ちょっと黒い部分があったりするからオーテクのやつの方がいいんじゃないかっていうところで購入してます。すごいんだけど、これ梱包まで紙でできててサステナビリティを感じる。はい、いやいいわ、この白オーテクの白です。真っ白すぎず青寄りでもなく、なんか黄色寄りでもなく、なんかこのねちょうどいい白って感じの白。マイクがかっこいいからもう少しじっくり見ていこうかな。かっこよくないですかこれ。この感じ、このメッシュのこのポッみたいな破裂音を吸収するようなここの部分まで、この白のメッシュってあんまりないんですよね、選択肢。このマイクより前は一応ちょっと使ったのがこれかな、オーテク。これもオーディオテクニカなんですが、これもねダイナミックマイクで、いわゆるこう手に持って使うこともできるタイプのもので、これ入力が USB-C もあるタイプのやつ、8000円ぐらいだったかな、そういう感じのやつなんですけど、これはやっぱね黒いんですよね。ここが黒いし、ちょっと筐体をなんかテープかなんかで巻いたり塗装したりしようかなとも思ったんですが、そこまでかっこよくねできる自信がなくて、でお蔵入りしてた中でのこれですよ。これはやっぱいいですね。このロゴの部分とかもさ含めてやっぱ分かってるなっていうカラーリング、このライトグレーと白のツートンで揃えてきてくれるのがやっぱり個人的にはすごく嬉しいですね。でこれがマイクアームですね。マイクのこういうアームもあんまりいい白ってなくて、なんかすごいチープな感じのやつとかしかね選択肢がなくて、そういうのも含めこういうマイクをね今まで導入してこなかったんですが、よいしょ、はい、こんな感じで、こんな感じでアームもちゃんといい感じの白ですね。いやこの統一感みたいなところがすごくいい雰囲気あるわ。ちょっとあんまり詳しく知らない、こういうタイプのマイク1年生なので、アームの先っちょにこれを先につけて、こんな感じですね。ちょっと配信者になった気分だな。で僕はこれ初心者なので、ちょっと間違ってるよみたいなのがあったらぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。弱気。ちょっとやばくないですかこれ。こんな感じでちょっと配信者みたいになった気持ちなんですが、ちょっとまだねこのマイクは今こっち使ってるんですけど、後でちょっと音も聞き比べてみようかなと思います。こんな感じでこれで話してたら動画配信してる人みたい、なんかライブとかでやっちゃったりして、で使わない時はこう置いとくみたいな。今はこのアームにくっつけてるんですけど、もうちょっと気軽に卓上でやりたい時用にこういうスタンドがあると、なんかどっちかでいいかなと思うんですけど、買うのはこのブームアームみたいなやつとこのスタンドどっちかでいいんですけど、この白が世の中に出ているっていうところで、これはちょっと嬉しくて買ってしまいました。伸びるとかではないんだね。伸びずにこうやって置いて、これでこう使うみたいな、この辺に置いて使うっていう感じだと思われる。でこれ単体だと端子がこれなんですよね。端子がこれなのでそのままパソコンには接続できないっていうところで、ちゃんとこういうミキサーっていうんですかね、こういうオーディオミキサーみたいなのが必要になってくるというわけです。オーディオミキサーも白は結構ねいろいろなメーカーから出てます。ヤマハとかローランドとかかっこいいのがねすごく出てたんですが、一旦ちょっとオーテクのこの白のこの佇まいかっこいいなと思って、これを購入して使っていこうかなみたいな感じです。意外とコンパクトなんだ。もう少しでかいようなイメージしてた。ちゃんと梱包が紙なんですね。これ一周回って、なんか最近ナフサとかですごいビニール高いから、こういうなんかサステナビリティの方向もあるんだろうけど、もともとはでもコスト的なところで言っても紙はなんか最近いい気がする。めちゃくちゃかっこいいかも。めちゃくちゃかっこいいです。よー
よちょっと白飛びしてないかが心配なんですが、こんな感じでなんかいろいろつまみみたいなのがついてたりして、でここにオーテクのロゴがあって、この四角でマットなこの道具感なんだけど、ちょっとミニマルさもあって 3DCG みたいな、かっこいいですねこれ。オーディオミキサーっていうのは何かっていうと、この入力した音をこっち側のね出力する前にいろいろと調整してくれるやつですね。例えばこのマイクには音量調節が備わっていないので、マイクをこれに挿して、でそこで音量調節をしながらで出力するこういうね、線をやって、こんな感じで音をね調節していくっていう、なんだろうな、例えると水道の蛇口みたいな、そういうイメージかもしれないですね。蛇口クイ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 みたいな。でインターフェースを見ていくとめちゃくちゃシンプルで、ここがマイクの調節で、このマイクのミュートボタンとか、一発でこのねゲップ出そうな時とかにミュートするみたいながあったり、あと音楽とかピアノとか外からのね別の入力をしたい人はここでこのピアノとかギターとかの音量を変えるみたいな、そういうのがここに備わっていて、でこっちは PC 側、このアウトプット PC とかそういうのにアウトプットする時の音の調節をするっていう感じだと思います。でここは多分モニタリング、ポッドキャストとか聞いてるとみんなヘッドホンとかしてるじゃないですか。あれの音の調節だと思う。でこのミキサーは個人用、一人用なのでめちゃくちゃシンプルです。入力も一系統だし、この何かしらのジャックみたいなのがこう備わっていて、アウトプットに USB2.0 の、線がこうやって伸びているだけっていう感じですかね。で筐体はこれプラスチックですね。金属系ではなくてプラスチック。そしてこのなんだろうな、このニュートラルな白の色がすごくいい雰囲気を出しています。この佇まいがすごくいい。これ金属だと結構ね緑寄りになっちゃうような色の塗装だと思うんですけど、青すぎるとか、それがプラスチックのこういう地の色であることによりいい感じの風合いになっているっていう、これがあることで初めてこのねマイクを PC と接続ができるっていう感じですね。はい、でちょっとデスクに並べてみるとこんな感じです。結構ね白系とかそういうのが好きなのでそんな感じで集めてるんですけど、やっぱこうやって見るとね青白いとかこの白の色とかって結構違いますよね。これ見てもらうとやっぱ違う製品ではあるので、こんな感じで白の色がちょっと違うことはわかるかなと思います。これはねほぼ仕方ないし、あんまりトバログとしては気にしてはないんですけど、やっぱ樹脂のこのなんかこういうね質感の白がすごく好きなので、この色めっちゃいい、そういう感じの白の違いは一応ありますかね。こんな感じで見ていくと。でもそれでもやっぱね白で統一できていくっていうのは結構気持ちよさがあります。ヘッドホンもねちょっと同時に導入するか迷ったんですが、オーテクのやつは前に持っていて大学の時すごくね音質良くてめちゃ使っていたので、あれはあれでなんか思い出として残しておくかみたいな、今はちょっとシンプルに一旦このイヤーポッツをつけてるんですが、こんな感じで、導入していくっていうのも結構良さそう。はい、というわけでちょっと音の違いとかを一番気になると思うので聞いていこうと思います。今語っているのがソニーのカメラに接続をしている DJI Mic 3ですね。こういう感じのワイヤレスマイクなんですけど、これも音いいんだよな。普通に音もいいし、ノイズもねほぼなんか聞こえないというかピンマイク的な感じで使えるので音は結構綺麗だと思います。これをこのオーディオテクニカのマイクに切り替えてみると321、はい、こんな感じの声になります。多分音の雰囲気とかなんかこうキュインっていう圧みたいなのはだいぶ変わってるんじゃないかなと思うんですけど、実際どうでしょうか。ノイズ感とかはわからないんですが、音の厚み変わっているはず。じゃあまずは飛行機みたいなノイズ、結構音大きいんですけどどうかな。 DJI Mic 3から。
飛行機に乗ってるみたいな感じですね。じゃあ次はオーディオテクニカの方で聞いてみます。じゃあちょっと街の雑踏的なやつね、結構音大きくして聞きます。 DJI Mic 3から。はい、こんな感じで街中で音を収録しているとこんな感じな気がします。じゃあ次はオーディオテクニカのマイクで流します。せーの。はい、実際に音の聞こえ方どうでしょうか。ちょっとは変わっているかな、ノイズの取り具合。じゃあ次ちょっと音楽でいきます。 DJ ポケット3から。はい、こんな感じですね。まあすごい大きい音で今流しています。すごい音だこれ次はオーディオテクニカのマイクで聞きます。さすがにこれは無理か。はい、こんな感じです。ノイズで言うとこのパソコンの打鍵感もうるさいと思うので、これで聞き比べてみます。どうですかね。ちょっとは音の感じ変わりましたかね。あと1個あるとしたら、ゲーム配信の時のコントローラーとかですかね。この辺ちょっとやってみます。 DJI Pocket 3。次オーディオテクニカ。違いはありましたでしょうか。ちょっと後で聞いてみないと分かりません。はい、という感じでこのオーディオテクニカのマイクと DJI Mic 3聞き比べてみたんですけど、やっぱ結構ね違いありますね。なんかノイズの質感とか、ノイズは思ったほど違いがないというか、結構これ自体DJI Mic 3も優秀なので、思ったより DJI Mic 3も抑えられてんだよねっていうところはありつつなんですけど、音の質感、なんか厚みみたいなのは圧倒的にやっぱね、このダイナミックマイク、物理的に大きくて強いマイクの方がすごいリッチ感がありますよね。なんか音の今ポッドキャスト聞いてるなみたいな、そういう感覚になるので、使いどころとしては結構ね、YouTube 動画を撮るときにこのガジェットレビューとかでこう動きながら撮るっていうのはちょっと向いてないかもしれないんですけど、ポッドキャストとかショート動画の音を入れるとき、これ知ってるみたいな、なんとかかんとかから発売されたなんとかかんとか、これについて紹介するぜみたいなやつとかを綺麗な音で撮るには、やっぱりこういうマイクが向いているのかなっていう感じですね。あと今子供が隣の部屋でガチャガチャやって遊んでるんですけど、多分あんまり音も入っていないはずなので、そういう家庭の中で動画を撮ったり、あと生配信とかポッドキャストみたいなのを撮るってなると、こういうマイクの方が向いてるのかなっていう感じがします。そもそもね、この DJI Mic 3もめちゃくちゃ優秀だし、なんならマイク単体で言うとこれもほぼ同じぐらいの値段なんですよね。なんか2000円ぐらいしか多分違わないぐらいの価格帯だったりするんですが、こっちはどっちかっていうとデジタル系のね、電源というか補正みたいなのがかかっていて、こっち側はアナログで物理的に強いみたいな、そういう感じだと思うので、その辺のね使い分けも今後していこうかなと思います。あと何よりやっぱこのモノ感ですよね。この見た目がこの白で、この動画に映った時にこのマイクの部分、ケーブルとかまで含めて全部ホワイトで統一できるっていうのがこのマイクの一番の強みだと思います。なんかこういうマイク自体は昔から多分あるものだと思うんですが、なんか自分の中ではすごい新鮮、このマイクが
このテーブルの上、デスクの上で映っていて、でそんなに圧迫感とか違和感とかがないのもすごい嬉しい。これはね、このためにちょっと買うみたいなところはあったので、それでついでに音質も良ければいいっていうところで、今回はこれで動画おしまいにしていこうかなと思います。雑なくくりなんですけど、ぜひこの動画気に入っていただけた方はチャンネル登録とか、あとコメントとかいいねよろしくお願いします。あとトバログではこの動画の他にも結構ね、白いガジェットとか自分の好きなガジェットをこうやって紹介しているエッセイ的な本をね、ジンみたいな感じで出しているので、これももしよかったらチェックしてもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。